あー疲れたって一言言っちゃったんですよ。はい、そんなら、うちの親はきつくてビンタが飛んできて、で誰が国会議員になってくれって頼んだんやって自分で選んだ道やのにあー疲れたってその一言は何やねんってむっちゃくちゃ怒られて、はい、あそりゃそうやなと思って、でやっぱり家族も集団生活なんで家族が不愉快になることは決して家で言わない、家に帰ったらどんなに外へ辛いことがあろうが疲れてようが常にニコニコしていなさいって言われたんで、そっからずっとどんなに嫌なことあっても疲れててもニコニコしながら余計なことは言わないようにして両親が生きてる間は過ごしてきたんですが、だからまあ自己責任って思う。あとは政治家でいることが目標じゃなくて、やりたい政策があるからやってるわけで、だからこれをやり遂げるまではやるぞぐらいの感じですかね。アジアに繁栄が移ってくるから、そのアメリカとかヨーロッパばっかりを見て勉強するんじゃなくてアジアをしっかり勉強しとけっていう話が1点、もう1点は当時はソ連というのがあって、米ソ冷戦の時代だったんですね。でもこういう国際社会の枠組みも間もなく終わるので、だからその後のことを考えて外交や安全保障そういう勉強しとけ。3つ目が1990年代に入ると日本は長期不況に入るからね、この絶好調の日本経済が90年代の長期不況に入ると思って、世界の枠組みが大きく変わるってどう変わるのって分かんなかったですよね。30代ぐらいの時ってすごく嫌な怪文書、誰々の愛人だから国会議員になれたとか、その反論のしようもないことですよね。誰々の愛人ですっていうような怪文書っていうの、今だったらネットがあるけど、当時はなんか紙にそういうの書いたのを全国ポスティングするとか、そういうこと平気で、選挙妨害ですよね、やられてましたんで、それは私も傷つくし、何よりも当時はまだ両親が生きてたので、だからもうやっぱり両親がすごく傷つきますよね。結婚前の娘がとっても年配の男性の愛人だってなこと書かれたらすごくかわいそうだったですよね。結婚披露宴ってやった、ウェディングケーキがあって、でキャンドルサービスとか、だから私の唯一の後悔はそれをやれなかった。なるほどないんですね。相手は2回目でしょ。私は初婚だったんで、完璧なものを実はやりたかったんですよ。ちゃんとチャペルでもいいし神社でもいいけど、ちゃんと誰かに誓うってやつ。相手も国会議員で政治家だったんで、着席型で振るのをやろうとすると人数制限が必要になるので、この人呼んでこの人呼ばないってわけにいかないよね。で結局最後はなんか立食で皆さん立ったままだからそんな長くもできないし、政治資金パーティーみたいな皆さん立ったままでとりあえずウェディングドレスだけは着せていただいたけど、それだけだったんで。戻れるならあれはやりたかった。私自身も、家族介護の経験というのは3回、人生の中でございます。私と弟と本当に代わりばんこに入浴の介助をしたり、食事を作ったり、おむつ替えなど様々苦労したのですが、途中から公的なサービスも使わせていただくことに本人が納得をしてくれたので、なんとか離職に至らずに済みました。それでもなかなか仕事との両立ということを考えたり、体力、自分の睡眠時間を考えると、なかなかこれは厳しいなと、そういう、瞬間も何度もございました。世の中全体で介護関係のお仕事についていらっしゃる方々の処遇改善、大切な取り組みだと思っております。皆様もお体をお大事にお過ごしくださいませ。